おはようございます。カズです。今日はロサンゼルス空港からのスタートです。これからデルタ航空のビジネスクラスデルタ1に乗って羽田に向かいます。で、乗る機材の方がエアバス350ということで最新の機材なので非常に楽しみです。それでは行ってきます。今回乗るデルタ航空ビジネスクラスデルタ1は米系エアラインのビジネスクラスで唯一ドアがついてくるビジネスクラスシートで有名です。このシートは2017年10月30日にエアバス350で初披露されました。初便のルートはデトロイト、成田でした。デルタ1スイーツは121の座席配置でドア付きシートです。エアバス350-900に合計32席搭載されています。前後の席で互い違いに配置されているスタガードシートという配列です。実は Airbus 350だけではなく、ボーイング 777-200ER にも搭載されています。レトロフィットの時に新しいシートと交換する際に、このデルタ1スイーツが使われています。ボーイング777には同じ座席配置で搭載されていますが、シート数は28席と4席少ない設定となっております。もちろん飛行機オタクの私は Airbus 350のルートを選びました。動画編集直前に気づいたのですが、撮影したはずの動画が一部消えていました。なのでチェックインカウンターとデルタラウンジは写真でご紹介します。チェックインカウンターにスナックや飲み物が用意されているのは今までにないスタイルでとても斬新です。米系エアラインラウンジとしてはデルタ航空のラウンジはレベルが高い方だと思います。次に向かったのは国際線ターミナルにある同じスカイチームのコリアンエアのラウンジです。ラウンジはメインターミナルの一つ上の階に位置しているため静かでリラックスできる空間です。プライオリティパスでもアクセスできますが時間に制限があります。コリアンエアのフライトが朝11時前後と夜23時ぐらいの合計2本があります。その間の忙しくない時間帯にプライオリティパスを使って入れるシステムです。ちなみに私が利用したのは10時前でした。ラウンジの食事は結構アメリカにあるラウンジにしては充実しているなと感じました。人生2度目のエアバス350です。ちなみに最初に乗ったエアバス350はカタール航空9スイートでした。まだの方はぜひチェックしてみてください。デルタエアバス350乗ってきます。機内に入り一番最初に感じることはキャビンの広さとスタイリッシュなシート。中央部分の荷物置き、オーバーヘッドビンがないのでその分広く感じます。座席配置は121の互い違いになっているスタガードシートです。今日の私のシートは窓側の 5D です。奇数の357の A と D のシートが窓側シートになります。シートはトンプソン社のバンテージ XL をデルタ航空がカスタマイズしたものです。シートの上で私を待っていたのは高級ホテルウエスティンのヘブンリーの枕と掛け布団。ホテルブランドだけあってふわふわでした。足元スペースは横幅も高さも十分余裕があります。離陸前にドアが閉まるかなと思って試してみましたがロックがかかっていて閉まりませんでした。クルーが鍵を持っていてクルージングのコードになるとロックを解除するシステムです。水ボトルも事前に用意されていてシートは綺麗、電源ポートの近くにカウンタースペースがあり使い心地の良さそうなシートです。と思っていたらこのトレイテーブルがくせ者でした。食事中に立ち上がるにはトレイテーブルをしまわないと出れないデザイン。アームレストの下にリモコンが入っていますがモニターまでの距離が近いので全てタッチスクリーンで操作できました。なので私は使いませんでした。
ロサンゼルス空港ではいろんな種類のエアラインが見れます。どうですか、この景色。美しいです。見えているのは全部アジアのエアラインです。今回のフライト DL7 のフライト距離は8832キロ、フライト時間が11時間半です。デルタ航空ビジネスクラスのアメニティキットはスーツケースブランドのスミーというブランドです。デルタ航空のアメニティキットはレベルが高かったです。歯ブラシに加えマウスウォッシュも入っていました。そしてさっきのスリッパです。文句なしのアメニティキット。機内食のメインは洋食か和食が選べますが、和食の場合は48時間前までに事前予約しないといけません。和食が数量限定ということだったので和食を事前予約してみました。ワインリストは赤白ともに2種類ずつ。国際線ビジネスクラスにしては若干種類が少ないかなと思いました。温められたナッツとシャンパンをいただきます。和食の前菜が到着しました。見た目もカラーもグッドです。すごい立派な箸です。ちなみにこの顔はお茶美味しいという顔です。米系エアラインで本格的な日本茶いただけるとは思っていませんでした。メインを待っている間にヘッドセットをチェックしてみました。ノイズキャンセリング機能は十分ですが、音質はまあまあです。収納しておける場所があるのでとても便利です。タッチスクリーンは新しい機材だけあってリスポンス最高です。シート周りのライトも3段階ぐらい明るさを調節できます。デルタ航空エアバス350のビジネスクラスの一番前の右側のトイレです。大きいシンクがあります。メインのチキングリルです。肝心の味ですが、アメリカにある日本食レストランで食べる味です。美味しいけど日本在住の日本人が美味しいと感じるかと聞かれると微妙なラインです。フライトマネージャーに聞いた話によると、ビジネスクラス32席に対して担当クルーはアメリカ人3名、日本人1名の合計4名。フライトマネージャーがとても感じのいい方でした。出発前に一人一人に挨拶してました。デルタワンスイーツの売り、ドアを閉めて個室にしてみましょう。じゃーん。そう、完全には閉まらないのです。10センチ弱ぐらいの隙間ができてしまいます。横になってみるとこの10センチの隙間は全く気になりません。仰向けに寝てみるとシート幅が十分でないため片手がずり落ちてしまいます。日本人の私でこうなるならアメリカ人はどうなってしまうんでしょう。幅が狭いので仰向けだと窮屈に感じます。解決策は横で寝ることです。ベッドにした時に背もたれと座席の間に隙間ができます。この隙間にクッションはありません。しかもこのカバーの下はメタルです。そしてちょうど腰の位置に当たります。到着数時間前にもう一度機内食が提供されますが、それまでオーダーできる食べ物がありません。ギャレンにお菓子と水が用意されてありました。ミートボールが出てきましたが、意外にポーションが小さいので普段から食べる量が多めの人にとっては物足りなく感じるかと思います。
今のところのデルタ航空エアバス350のビジネスクラスの感想を、ちょっと気になった点を皆さんとシェアしたいと思います。シートについてなんですけれども、プライバシー感があって非常にいいんですけれども、問題は食事中に立ち上がりにくいっていう点ですね。特に窓側席だと、トレーテーブルを完全にしまわないと通路に出れないっていう点がちょっと不便かなと思いました。でもう一つはアームレストがアジャストできないので、多分アメリカ人仕様で私日本人が使うと肘はこんな感じで上がってる状態になってしまうので、ちょっと疲れるかなと思った点で、今回プリオーダーということでフライトの前にオンラインで日本食を予約しました。で日本食来てプレゼンテーションもいい感じで、まあ美味しかったんですけれども、やっぱり JAL と ANA に比べるとだいぶ機内食の味は劣るかなっていうのが正直な感想です。で機内食の途中でドリンクが空になるっていうのが結構あったので、やっぱりそれを思うと ANA と JAL ってやっぱりサービスもすごいし機内食もすごいなって思いました。それが正直な感想です。デルタ航空シートは非常によく、機内食サービスはまあまあっていう感じですね。やっぱり日系に比べるとやっぱりちょっと踊ります。今回のデルタ航空ビジネスクラスはバージンアトランティックポイントを使って予約しました。使ったポイント数は6万ポイントです。チケットの金額は約5000ドル。マイル単価は1ポイント 8.3 セント、つまり約10円ほどの価値として使えた計算になります。エアバス350の美しいウィングレットの曲線を見ながら羽田に到着です。マテリアルにカーボンファイバーを使っているから出せる曲線です。他にもたくさん搭乗レビューがあるので、ぜひクリックしてみてください。それではまた次のフライトでお会いしましょう。